エモいね。違った？そっちの感想をね、どんどん話し合うっていうことが強化だと思います。そうね。そうね。女性と男性、対立から調和へ。池田、永遠の生命から見れば、男といい、女といっても、ある人生では男性となり、ある時は女性と生まれ、固定的なものではありません。その意味でも、あらゆる人の中に男性的なるものと女性的なるものが両方あると考えられます。仏法から見るとこういうことなんですわね。須田、女性にも男性ホルモンがあり、男性にも女性ホルモンがあるようなものでしょうか。ちょっと次元が違うかもしれませんが。池田、いや、分かりやすい例えかもしれない。ともあれ、一人の人間の中に男性的なるものと女性的なるものが調和していなければならない。それが人格の成熟であるし、自己実現でしょここポイントですな。つまり男性もいわゆる男らしいだけでは粗暴になってしまう。女性の考え方、感性を理解できる細やかさ、優しさが必要でしょう。女性の場合もいわゆる女らしいだけでは十分とは言えないでしょう。現代の文化では男性的な特質とされている冷静、沈着な思考力、判断力、展望力などを備えていかなければ、自分自身を大きく開花させたとは言えないのではないだろうか。それは男性の女性化でもなければ、女性の男性化でもない。女性の男性化ならば、それは返上難視になってしまう。どんな社会においても、男性は男性らしさ、女性は女性らしさが、その社会なりに要求されます。その要求に適応すればするほど、それ以外の自分の特質が抑圧されてしまう面がある。それはある意味で仕方のないことかもしれないが、だからこそ男性は女性に学び、女性は男性に学んで、互いに自分の人格を大きく育てていくべきではないだろうか。結婚の意義の一つも、こういう自己感性にあると思う。もちろん結婚しなければならないという意味ではありません。遠藤、ある心理学者はこう述べています。男性にとっても女性にとっても、昼と夜、上と下、父権的意識と母権的意識といった対立要素が結合して、それぞれ独自の生産性を発揮し、互いに補完し合い、実らせ合うようになって初めて全一性に到達することもできるのである。いうことでね、さっき話した、山本君が話した職場において、男性の職場の中に女性が入ってくるけど、それを男性的な要素を求めて、でまた女性もそれを男性的になろうとするっていう、これは女性がある意味では抑圧されてしまう面もあるかもしれないしっていう、そりゃそうですよ。女性らしさが生きる職場環境にするために男性が女性に学ばないといけないしっていうところですよね。そうですよね。それによってまた会社としての売り上げがどんどん広がっていくっていうのが一番いいパターンで、そうすごい成果につながれば僕はいいかなとは思うんですけどね。お互いの特徴を理解して、それがいい方向に転がるような仕組みっていうのが大事じゃないかなと思うんですよね。組織を形成する上では。特にこれからの組織を経営する上では、もう一歩かけいきましょう。女性的なるものを求めた詩人たち。池田、なるほど。私は青春時代からダンテの新曲とゲーテのファウストに惹かれ続けてきた。何回か論じたこともあります。その両方とも女性的なるものへの憧憬と賛嘆が綴られています。新曲は言うまでもなく、ベアトリーチェ、ダンテの初恋の女性を天上界への導きの星として記されたものですし、聖母マリアが大きな位置を占めています。聖母マリア信仰そのものがキリスト教信徒からの女性的なるものへの要求に応えるものであるとも論じられています。遠藤、キリスト教時代はどちらかといえば男性的な側面の強い宗教であり、その補完としてマリア信仰が高まったということが指摘されていますね。池田、ダンテは自分自身の人間としての感染のためにベアトリーチェという理想化された女性的なるものが必要だったのではないか。またファウストの最後は有名な次の言葉で締めくくられています。永遠の女性的なるものこそ我々を高みの彼方へ引いていく。ゲーテもまた全体人間足らんとする精神闘争の中で
男性として永遠の女性的なるものを求め続けたのではないだろうか。この全体人間の究極が1年3000を体得した仏となるのです。その意味で大馬本に大馬ダータの悪人成仏と龍女の女人成仏が両方揃って説かれていることには意味があると思う。さあ来ました。やはりここで一緒に説かれていることにやっぱ意味が何かあるという。自分も影響されまして、ダンテの新曲、読ませてもらったんですけど、新曲がねすごいっすわ。本当実回論の旅してる感じ。地獄から始まってめちゃくちゃグロいシーンが多いんだけど、地獄を旅していってて、そのまま展開も幸せの極みみたいな天国に入っていって、まず最後のゴール、ちょっとネタバレになっちゃうんで読みたい人はちょっと飛ばしていただいて最後のゴールはずっと今まで自分を案内してくれてたベアトリーチェっていう初恋の女性とこう一体化されるみたいなね感じで終わるような話なんですよ。エモいね。この話もまた後でします。わいちょっとねここはねどんどんいきたい。皆さん、一個の人間に大馬と龍女の両面が。斉藤、はい、この両方がなぜここで説かれているのか、前半と後半で脈絡がないではないかといった指摘もなされています。しかし両方あって初めて人間の全体像が抑えられると思います。男性と女性の両方ということもありますが、一個の人間における大馬ダッタの面と龍女の面が成仏するという意義があるのではないでしょうか。一旦ここで切りますか。一旦どうでしょう。この大馬ダッタ悪人成仏と龍女の女人成仏が両方揃って説かれていることに意味があるというふうに三田先生は言われてますが、今のところね本当に自分の素直な感想として、どういうことなんだろうって今のところ山本君はどう思ったところ。そうですね、なんだろう、自分のフィルターをちょっと外してちゃんと一回考えようっていうことを言われてるのかなっていう印象は受けましたね。その悪者だとか、その当時差別的な目線で見られてた女性をその当時の価値観のまま見てるとやっぱり問題が生じるよね。いや違うじゃんって、人間ファーストの見方を今一度ちょっと立ち止まって考え直しませんかっていう問いかけがされてる章かなと僕は。なるほど。フィルターの話ですね。悪者とか、男性から言えば女性らしさとか。そうね。まずはその立ち止まって本当に今の見方正しいっていうのを問いかけてきてくれてる章なのかなっていう印象がありますね。違った？しっかり読まれてるなって感じですよね。皆さんはどう思われたでしょう。ね、それこそ、今ここは男性2人の会話なんでしょうね。女性からの意見っていうのもね。そうですね。やっぱ欲しいですよね。もう皆さんもちょっと考えていただいたらいいのかなと。次また深くいきますから。ね。あんま下手なこと言ったら何言ってんだ山本はとか。いや言われちゃうかもしれない。そちらの感想をね、どんどん話し合うっていうことが強化だと思います。そうね。外れてたらダメだとかそういう話じゃないですね。外れるとかそういう話じゃないし。正解なんですよ。いわゆるね。山本君の言ってることも正解なんですよ。もう一歩深くいけるかもとか言いましょう。そこが大事でしょうね。次回またお会いしましょう。はい。お疲れ。おつもどう。